モンキー D ドラゴンが神の騎士団と交戦。シルバーズ・レイリーが英雄的に救出。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い2週間がようやく終わり、ワンピース第1161速報が公開されました。タイトルはやさめに結ばれし愛の死です。同じ話にはカラー見開きと通常表紙がある。カラー見開き、麦わらの一味がクレーンゲームで遊んでいる。通常表紙、大和、光月桃の女、錦右衛門が神社で祈っている。ゴッドバレーの激戦が続き、場面はドラゴンがいる戦場へ移る。彼は神の騎士団の女性隊員と交戦しており、相手は鋭い牙を持っている。その女は光線を放ち、ドラゴンに大ダメージを与えた。明らかに何らかの能力者である。ドラゴンがその女に殺されかけた危険的瞬間、エドワード・ニューゲートが思わぬ形で彼を救った。この不思議な巡り合わせには驚嘆するばかりだ。今回の情報では詳しい経緯は語られておらず、エドワードの攻撃の余波がドラゴンに逃げ道を作った可能性もある。この時、多くの海賊がロックス海賊団を裏切り、エドワード・ニューゲート、シャーロット・リンリン、カイドウの3人が反逆者たちに対抗するために手を組んだ。これは未来のヨンスベロギとなる3人による史上初の最強共闘といえる。その折、モンキー D ガープが現れて攻撃を仕掛ける。シャーロット・リンリンは炎で反撃するが効果はなく、後に黒ひげ海賊団に加わることになるクザンまでもがガープを凍らせようと手を出すが、これも効かなかった。ガープ G さんの攻撃耐性はとんでもなく高い。エドワード、リンリン、カイドウはガープと長引くつもりはなく、より重要な目的のため撤退を選んだ。好戦的なカイドウはガープとやり合いたがっていたが、仲間に説得されて退いた。相変わらず頑固なカイドウの戦闘狂ぶりは憎めない部分でもある。一方、ロジャー海賊団とエドワード、シャーロット、シキ、カイドウが率いるロックス海賊団は、それぞれゴッドバレーの東西両岸から島の中央へ進軍しており、町の中心で遭遇戦が勃発しようとしている。混乱の中、シ役は単独で逃げようとしたが、ソマーズ星に捕らえられ危うく命を落としかける。危機一髪のところでシルバーズ・レイリーが現れ、強烈な一撃でソマーズ星を倒してシ役を救った。結果としてレイリーの英雄的救出がシ役の心をつかみ、それを見たゴールディ・ロジャーとスコッパー・ギャバンは感涙した。これは私の以前の予想と完全に一致し、レイリーは英雄的な救出を成し遂げ、シ役は最高の結末を得た。では当時ロックスは一体どう敗れたのか。モンキー D ガープとゴールディ・ロジャーは共闘してロックス DG ベックを倒したのか。結論としては戦国は真面目そうだが口が重いというしかない。第1160話で小田栄一郎はゴッドバレーに上陸する各勢力の場面をいくつか描き直した。さらに重要なのは彼らの来意を改めて示した点だ。ゴールディ・ロジャー率いる海賊団はシ役を救うために来た。ロックス海賊団の大多数もシ役を救うためであり、少数派は悪魔の実目当て、ロックス本人は妻子を救うためだった。言い換えれば、ロックス海賊団とロジャー海賊団の目的は一致しており、少なくとも対立するものではなかった。しかし、モンキー D ガープがゴッドバレーに来る前、彼は人間狩りのことを知らなかった。コングはガープに対して天龍人の修学旅行だとだけ告げた。明らかにコングが嘘をついたのは、もしガープが真相を知れば絶対に海軍としてゴッドバレーに協力しないと理解していたからだ。だからコングはロジャーの動きに関する情報でガープをゴッドバレーへ誘い、ガープが最初にゴッドバレーに到着した目的もロジャーの追跡だった。では、ガープが島に上陸して大量の民間人の遺体を目にしたらどう反応するか。彼の性格からすれば激怒するに決まっている。ガープは必ず犯人を追い、まだ生きている奴隷たちを保護するだろう。ここで問題になるのを、天龍人と当時の島の海軍がガープに真相を明かす勇気があったかどうかだ。彼らは当然認めず、平民虐殺の罪をすべてロックス海賊団に押し付けただろう。当時の彼らの悪名を考えれば、弁明の余地はほとんどない。妻子を救うことだけを考えていたロックスは、ガープや海軍を排除すべき障害とみなした。こうして両者は衝突したのだ。ロジャー海賊団はまず神の騎士団と交戦した。スコッパー・ギャバンもこの戦いで初めてソマーズ星と対峙し、神の騎士団の不死の実を破る秘策を発見した。したがって戦国の語ったことは半分は当たっていると言える。結果から見ると、当時ガープがゴッドバレーで奴隷と天龍人を保護したのは確かだ。しかし実際の動機は無差別に虐殺される民間人を守るためだった。
ガープと彼が率いた海軍艦隊は当時モンキー D ドラゴンが相手にしていた天竜人を手助けして民間人を包囲していた海軍とは全く別の存在だった。それでもなお汚点は避けられなかった。これがガープが後に大将への昇進を辞退しゴッドバレー事件について口を閉ざした理由かもしれない。その後モルガンズは世界政府と結託して事件の全責任をロックス海賊団に押し付けガープを表舞台に立てて海軍の英雄に仕立て上げた。モルガンズはその結果出世し地方の新聞社から世界政府の協力者へと変貌した。ゴッドバレーの対戦終盤、神の騎士団は当時最強クラスの海賊たちに対抗しきれなかった可能性が高く、そこでさらに強力な戦力が介入した。例えば当時ゴッドバレーにいたジェイガルシアサターン星、さらには最終的にイムが軍庫に憑依する形で直接決着をつけたという筋書きも考えられる。ロックスの祭祀に関する秘密は最終的に暴かれ、彼の最大の弱点となった可能性が高い。神の騎士団がその後巨人国で子供を誘拐するなどの悪行を行っている点を参照すれば痕跡は残っている。だからこそモンキー D ドラゴンはルフィとの関係を徹底して隠したのだろう。これらは今後の展開で徐々に明かされていくと信じたい。この展開は本当にますます白熱してきた。なぜマーシャル D ティーチは赤髪のシャンクスに3本の傷跡を残したのか。公然の交戦を除けばある程度は個人的な支援もあったと言える。ワンピースが連載28年目にして小田栄一郎は物語の真の始まりを明らかにした。38年前のゴッドバレー事件が徐々に明らかになるにつれ、かつて我々が最強の海賊であり野心の王として世界支配を目論むものだとみなしていたロックス D.G. ベックのイメージは覆された。彼はジョーに熱い父であり夫であるだけでなくデイビー一族の重い運命を背負っていたのだ。その息子でワンピース前半の筋に影響を与えたマーシャル D ティーチはゴッドバレー事件で全員から追われるスーパーターゲットとなり、天竜人が仕組んだ血生臭いゲームに巻き込まれた。幸運にも生き延びた彼は12歳で白ひげ海賊団に加入し、その後26年にわたって徹底的に野望を隠して憧れの悪魔の実が現れるのをじっと待ち、やがて狂気じみた激しい復讐のための伏線を張った。そしてかつてロックスを裏切った王直も最終的にティーチに撃たれ、まさに因果応報と言える。第1話ですでに登場している海賊王ゴールディ・ロジャーに目を向けると、ゴッドバレー事件の前年、すなわち39年前にロジャー海賊団はすでにログポースの針が指す終着点水先生島に到達していたが、進むべき方向を失って迷いを抱えていた。自由奔放なロジャー一行が最後の島の存在に気づいたきっかけは何だったのか。それはおそらくロックスが最後の瞬間にロジャーに示唆を与えたからだろう。そこからロジャーは本格的に大秘宝を探す旅に出て、結果的に大海賊時代の到来を促した。一方、ロジャーの古い宿敵であるモンキー D ガープはゴッドバレーの一戦でロックスを打ち破り、海軍の英雄と称えられた。年月を経て彼はコビーを救出するために海賊島へ乗り込むが、逆に黒ひげに捕らえられ、世界政府と交渉するための重要な切り札となった。運命の糸が再び交錯する。ガープの息子で後に革命軍の首領となるモンキー D ドラゴンもまたゴッドバレー事件によって変わっている。彼は天竜人の残虐さを目の当たりにし、無実の民衆に対する海軍の弾圧にも加担した。小原事件が九山を根底から変えたのと同様に、ゴッドバレーはドラゴンにも深い影響を与えた。彼が海軍を離れて反抗の道を歩み始めた起点はここにあった可能性が高い。言い換えれば、後に共に革命軍を創設した初期の山間部、モンキー D ドラゴン、バーソロミュークマ、エンポリオイ・ワンコフはいずれもゴッドバレーによってそれぞれの運命を変えられたのだ。また、商品として並んでいた9つの希少な悪魔の実は、やがて時代を牽引する強者たちを生み出した。そのうちの一つの宝箱の中の悪魔の実は、当時わずか1歳のシャンクスにすり替えられた。運命に選ばれたその赤ん坊は、後に未来の海賊王となる者の人生の師となった。そしてこれらの壮大な叙事は、そもそも一件の情報漏洩と一件の美女誘拐事件に端を発していた。800年前からイムは D の一族を抹殺しようとしてきたが、 D の一族は様々な形でその意思を受け継ぎ、最終的に天竜人が支配する世界に対してより激しい挑戦を仕掛けたのだろう。もしかするとこの世界に運命などはなく、あるのは因果の巡りが生み出す必然だけかもしれない。
まさか3ヶ月前、ロキの口から放たれたあのひどい一日の一言からエルバフ編の回想パートがここまで見事に展開するとは思わなかった。かつて多くのワンピースファンが劇場版化を望んだゴッドバレー事件を尾田栄一郎は前後の因果関係まで丁寧に描き、伏線を回収すると同時に巧妙に新たな伏線を埋め込んでいる。デイビー・ D ・ジーベック、ゴールディ・ロジャー、モンキー・ D ・ガープ、当時のゴッドバレーはこの3人の D の一族を中心とした壮大な戦場であった。ゴッドバレーは一体私たちにどんな物語を語ろうとしているのか。まずはデイビー・ジョーンズを代表とするデイビー一族だ。ロックスとマーシャル・ D ・ティーチはいずれもこの一族の出身である。ロックスがイムと対面した際、自分の崇拝者はデイビー・ジョーンズだと公言したことがあるが、今になってようやくその発言がいかに挑発的であったかがわかる。デイビー・ジョーンズもかつてイムに敵対していたのだ。すでに第306話でデイビー・ジョーンズの名は登場している。ニコ・ロビンの説明によれば、デイビー・ジョーンズはかつて存在した海賊で、悪魔の呪いを受けて今も海底で生きていると言われている。沈没した財宝は全て彼のものになるという風説が広まり、やがて海賊たちは敵から財物を奪うこの行為をデイバックと呼び、それが後に海賊のゲームデイビーバックファイトへと変化していった。ロックスはまさにこの手口で強力な仲間を集めていったのだ。当然、利害で結集したチームは利害によって崩れる危険もはらんでいる。ゴッドバレー事件の導火線の一つは、神の騎士団のガーリング星がロックス海賊団の王直を買収し、借役の誘拐を画策したことである。実際、もし借役が絡んでいなければ、この人間狩りのゲームにこれほど多くの海賊が集まることはなかっただろう。ロックス自身も率直に、これは天龍人の失策であると述べている。尾田栄一郎がこれまで借役の人気を積み重ねてきたのは、まさにこの瞬間のためだったのだ。デイビー一族の境遇から推察すると、デイビー・ジョーンズが活動していた時代は空白の100年に重なっていた可能性が高く、ジョイボーイとも何らかの関係があったのかもしれない。ロビンの伝説には、沈んだ財宝は全てデイビーのものになると記されており、尾田はここでデイビー一族もまた宝を追う一族であることを示唆しているのだ。これまではワンピースがジョイボーイの残したものだと考えられてきたが、デイビー一族もその探索に関与していた可能性があり、言い換えればデイビー一族もワンピースの存在を知っていたのだ。ロックスはゴッドバレーの最終局面でデイビー一族が知っていた一部の秘密を公にした可能性が高く、それがゴールディ・ロジャーのその後の冒険に示唆を与えたとも考えられる。ある意味でロックスの意志は今も D の一族に受け継がれていると言える。確かなこととしてデイビー一族は悪魔の実の図鑑を所持していたと考えられ、それゆえロックスは自分に必要な2つの実を的確に把握でき、後のティーチも闇闇の実を一目で見抜くことができたのだろう。天龍人がデイビー一族をバッカニア族と並べて語ったことは、デイビー一族が何らかの特別な力を保持していることを示唆しているように思える。ロックスは確かに兄弟であったが、突出して異常な能力を見せたわけではない。しかしその息子であるティーチは2つの悪魔の実を食べられるという特殊な身体構造を有しており、さらに決して眠らないという設定は未だ明かされていない。ニコ・ロビンが語った伝説の第2部、今も海底で生きていると言われているは、デイビー一族が何らかの方法で先祖の生命や記憶を継承し、別の意味での永続性を実現している可能性を示唆している。そしてその特殊な力こそがイムがデイビー一族を奪い取り抹殺しようとした理由なのだろう。今改めてロックスがイムと対面した際のあのナレーション、それ以上のことはしなかったし、できないことを知っていたを振り返ると、デイビー一族の血を引くロックスはすでにイムの秘密を見抜いており、自分がその時点でイムに勝てないことを承知していたのかもしれない。そしてゴッドバレー事件はデイビー一族とイムとの1000年に及ぶ争いの一断面に過ぎないのだ。第1158話でガーリング星はゴッドバレーでの想定外の発見に触れた。どうやらそれはデイビー一族の子孫を見つけ、ここで2年後に大会を開くことを提案したという意味らしい。では疑問が生じる。神の騎士団は彼らが先に逃げ出すことを恐れなかったのか。答えは一つ、ゴッドバレーはその名が示す通り平凡ではない。デイビー一族がここに隠れ住んだのは資源が豊富だからだけではなく、ゴッドバレー自体がさらに大きな秘密を秘めているからだ。実際、長年にわたってささやかれてきた説がある。古代兵器の一つであるウラヌスがゴッドバレーに眠っているのではないかというものだ。
その造形はあまりにも特殊である。ワンピースの物語は最終章に突入しており、三大古代兵器のうち唯一ウラヌスだけ手がかりがないという事実自体が異常である。ゴッドバレーが地図から完全に消えた結末はイムによって壊滅させられたルルシア王国を想起させる。では当時ゴッドバレーでも何らかの古代兵器の力が動員されたのか。小田栄一郎はゴッドバレー編の終盤で再び大きな爆弾を投げ込んでくる可能性が高い。ゴッドバレーの影響を強く受けたのはモンキー一族でもあるモンキー D ガープとモンキー D ドラゴンだ。前者は当時の海軍の最精鋭で、本来の標的はロジャー海賊団であったはずだ。しかし戦国の証言によれば、最終的にガープはロジャーと手を組んでロックスを倒したとされる。この話には疑問点が残る。確かにガープはその戦いで激闘を強いられたが、世界政府が真実を覆い隠すために追加の戦功を彼に付与し、海軍の英雄を作り上げた可能性を排除できない。これは後年アラバスタでクロコダイル撃破の功績が上層部によってスモーカーにかぶせられたのと似ている。おそらくそのためガープはこの件をあまり語りたがらないのだろう。もともと不義であった戦争の発端は天竜人の邪悪な人間狩りそのものにあるのだから。当時17歳に過ぎなかったガープの息子モンキー D ドラゴンは一兵卒としてゴッドバレーの捕獲作戦に参加していた。海士官たちのドラゴンに対する態度からすると、彼は自らの出自を隠していたと考えられる。そのため彼は海軍の最も生々しい一面を目撃した命令を遂行するために個人の良識を投げ捨て、たとえ民間人に対してであっても躊躇なく暴力を振るう光景だ。第1097話でドラゴンが言った「そこで正義を見出せなかったが」という言葉はゴッドバレーでのこの体験が一因である可能性が高い。ゴッドバレー事件はドラゴンが海軍を去る重要な引き金となった。第1160話でドラゴンは重傷を負ったシャンクスの母親を発見した。彼女はドラゴンに対して子供たちをゴッドバレーから連れ出しガーリング星に渡さないでほしいと懇願した。結果として救われたのはシャンクスただ一人であり、彼は宝箱に入れられてロジャー海賊団に連れ出され、ロジャーの手で育てられた。一方でシャムロックは聖地へ連れ戻され、真の天竜人として育てられた。この双子は育った環境が全く異なり、最終的に正反対の道を歩むこととなった。そしてすり替えを実行した人物は現時点ではドラゴンである可能性が極めて高い。彼は宝箱の中の悪魔の実を取り出し、何とかしてシャンクスを箱に入れ、ロジャー海賊団にその箱を持ち出させた。当時それが子供を生かして連れ出す唯一の方法だった。しかしその行為は明白に天竜人に対抗するものであり、彼が海軍に泊まれないことは自明であった。では宝箱にもともと入っていたその実はどうなったのか。自分で食べてしまったという可能性が高い。つまりドラゴンはゴッドバレーで何らかの希少な悪魔の実の能力を得た可能性がある。なお第1159話においてオダはゴッドバレーの大会で登場する希少な悪魔の実の数を6個から9個に変更し、宝箱の文様もより精巧になっている。見ただけで中身が並の品ではないことがわかる。現在までに確定している2つの実は街道のウオオの実、モデル、清流とバーソロミュークマのニキュニキュの実である。では残りの7つの悪魔の実とは何か。考察の一例として挙げられているのは次の通り。ドラゴンは風景の実を食べ、自由を象徴する風の力を得た。神の騎士団のソマーズ星はイバイバの実を得た。ケルベロスの実はガーリング星の手に渡り、彼はそれを一振りの剣に食わせ、その剣が後にシャムロックへと渡された。ヘビヘビの実、モデル、ヤマタノオロチは黒炭日暮らしの手に渡り、後に黒炭オロチへ託された。闇闇の実はデイビー一族の秘宝としてゴッドバレーの戦いで紛失し、最終的にマーシャル D ティーチの手に渡った。トリトリの実、モデル、不死鳥は白ひげの所有物となり、後にマルコへ受け継がれた。影影の実は最終的に月光モリアが食べた。モリアに言及したのは金話の扉絵で彼が再登場したこと、そして第1159話でモリアに酷似した幼い姿が描かれた点による。加えてモリアの出生地が西の海にあることも確認されており、この偶然の多さは興味深い。総じて言えば、これら9つの悪魔の実は最終的に世界各所の勢力に散らばり、やがてモンキー D ルフィの時代に至る世界の勢力図を少しずつ形作っていったのである。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。
もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。